Bonjour, ça va? C'estみえちゃん。皆さん、こんにちは。お元気ですか？はい、いきなりフランス語でご挨拶しましたけど、このね、Bonjour, ça va っていうのはね、みんなよく使うんですけど、すごい簡単な挨拶で便利なんですよ。サバだけでもいいんですけどね、むしろそっちよく使いますね。サバっていうのはね、元気っていう意味です。サバ缶のサバね。はい。それでね、はい、元気ですよって返す時もね、同じで、サバでいいんですよ。うん。サバビアンとかね、うん、元気ですよって。はい、のっけからね、プチフランス語会話講座開いてどうするんだってことですけど、はい。今日もね、こんな調子で横道それまくりだと思うので、苦手な方はスルーしてくださいね。まあ私の動画はね、横道脇道に意味があると思ってるもんですからね。はい。はい、ロンドン終わって、風さんインスタにね、ロンドン left me humbled ハンブルだっけね、言ってたね。ロンドンは僕を謙虚にさせたと。やっぱね、音楽のメッカに乗り込んでてね、そこの凄さね、パワーに圧倒されたんでしょうかね。そしてね、いよいよパリのこの名劇場見えます？なんかまたパソコンですいませんけど、もうね、予想以上の大盛況でしたよね。ロンドンでね、エネルギー使い果たしたか心配だったんですけど、そんなことなくてね、もう聴衆の熱狂にね、風さんもタジタジになるほどでね、そこからまた風さんもね、エネルギーもらってっていうね、最高のもう愛にあふれるね、ライブでしたね。このパリのね、オランピアといえば、まあもう皆さんご存知でしょうけれども、オペラ座と並んでね、超有名なね、ミュージックホールですね。ウィキペディアによればね、19世紀の終わり頃できた結構古い劇場なんですね。まあ、サムネにあるようにね、オランピアにね、富士風のね、名前出ましたよ。見てください、これ。ほら、すごいね。やりましたね。もう嬉しいですね。でもうね、ここはね、フランスといえばね、もうシャンソンですね。うん、シャンソンといえばね、これですよ。もう、こういう人たちね。エディット・ピアフとかね、このイブ・モンターンとかね、いいですね、この人ね、枯葉ね、ありましたね。C'est une chanson qui nous ressemble ってね、なんだっけ、toi tu m'aimes だっけ、je t'aime ってね、また歌っちゃった。あとシルビー・バウタンとかね、シルビー・バウタンで出てたかな。まあみんなどうせわかんないだろうけど、こういうね、この人ね、この綺麗な人、こういうね、そうそうたるね、歌手たちのショーがね、行われてたとこですね。昔ね、シルビー・バウタンに憧れてね、このヘアスタイル真似したんですよ。だけど私猫っ毛でね、テンパーだからもう全然ダメでね、はい。うまくこのね、綺麗なあれになんなくて苦労しました。90年代からはね、シャンソンだけじゃなくてね、もうこういうデイビッド・ボーイとかね、ビートルズとか、ストーンズね、あと、レイディ・ガガとか、マドンナね、ミシェル・ポルナレフね、これね、そういう人たちがね、あと日本からは辻仁成さんっていうの、この人ずっとパリを拠点にね、活躍している人なんですけど、作家でもあったんだよね、確か。そういうね、誰でも知ってる超有名人ばかりがね、出演してきたところですね。まあね、こんな歴史のあるね、超有名な劇場ですけれども、ここにね、梶さんが出るなんて本当にね、ロンドンに続いて夢のような話ですよね。今回ね、私が参考にさせていただいた動画はね、メイグアンシーフェンガーさんっていうのかな。この方台湾の方なんですけれども、いつもね真っ先にね風さんのライブシェアしてくださるんですよ。もうとっても優しい方でね、なのでね、リンク貼っときますね。そうすればね、もう登録しておけば真っ先に見られますからね。
でね、今回ねトークがねフランス語混じりでね結構面白かったのでそれをね中心にシェアしたいと思います。ちょっとね曲順がね前後しちゃうかもしれないんですけど、そのあたりお許しくださいね。例によってね祭りで始まりましたけどね、初めのね和風の祭り太鼓のようなね感じ、すごいおしゃれですね。でなんていうのサジさんのねドラムが素晴らしくってね、はいそして風さんが出てきて、今回もねご当地語のねフランス語でご挨拶してましたね。ボンソーアンシャンテーってね、こんばんははじめまして。もう最初からねすごい盛り上がりでね、まあ迫力ある演奏でした。そしてね風さん途中で指一本立ててたのを見ましたどれだったっけな、これね見えるかな、ここね見えないか、指をねこれちょっと立ててんだけどね、一本こうやって、で例によってサインですね、みんな一つだよっていうね、はい。それでねまあLove Like This の時はね This is unreleased song とね、まだリリース前の曲ですと言ってね始めましたけれども、本当にね今回またこの曲またグレードアップしてね、素晴らしい柔らかいサウンド聴かせてくれましたね。それでガーデンの前ではねもう一度ねボンソワールアンシャンテーと言ってね、こんばんははじめまして、ジュマペ藤井風と、藤井風ですと、ジュビアンドジャポン、日本から来ましたと言ってたんですけど、なんかね風さん英語喋るよりねフランス語が似合うななんて思っちゃったんですけどね、はい。そしてねデビアンセット、デビアンセットっていうのはねこの間とかね、この前っていう意味ですけど、フランス語でそういうふうに言ってね、その後英語で多分こう言ったんだと、 That was the end of 27th years old、 もうあの時27歳終わっちゃったって言ってましたね。はい。この前ね27歳終わっちゃったんだみたいな、それでね Life changes like that, right? 人生はこんな風に変わっていくよねとね。でその間もね大好きとかね愛の手が飛び交いましてね、もうすごい熱気でね、はい、いいね。そしてねでもあんまり熱気が調子でねすごいんで例の風さんの調子でI don't know why you guys are here なんでみんなここにいるのなんて言ってましたねI'm kind of confused by your energy と、みんなのエネルギーにびっくりしてる、戸惑ってると、それでもね Thank you so much merci と言ってましたね。そしてねその後が面白いんですけど、My name is 藤風って言ってね、僕の名前藤風だけど What's your name? って言ったんですね。僕の名前藤風だけどみんなの名前なんて言うのって言ったんですよ。こんなこと聞くミュージシャンで前代未聞ですよね。やっぱね挙動不審が絶好調でね風さん。そしたらねみんな一斉にね自分の名前を口々に叫んだんでしょうかね。うぎゃーとねもう盛り上がってね、風さんももうさすがにねタジタジって感じでね、そしてみんなの声を聞かせてのところでねもうすごい絶叫でねそして日産ライブの時みたいにね This is not my show, this is your show と言いますよね。でまさにセリフがぴったりになっちゃってね、もうみんなの絶叫の方がすごくてねこれは僕のショーじゃないあなたのショーだって、もうねこのセリフがもうぴったりはまっちゃいましたね。そしてねみんなでハモるところで風さんね素晴らしいってね、セマニフィークってフランス語で言おうとしたんだけど、いつもなら英語で It's beautiful って言うんだけどねちょっと発音ずっこけちゃってねうまく発音できなくて、そしたらもう照れちゃってね、それがまたさらに受けてましたね。ワーキンハードもとってもパワフルでね良かったですね。なんていうかね、サウンドがね
ちょっと以前と違うっていうかね、理由はよくわかんないけど、ロンドンはねそれでワーキングハードですけど、ロンドンは例えば労働者階級っていうかね、ワーキングクラスがいまだにありますしね、パリなんかはね、世界中からね来てる出稼ぎの人でいっぱいなんですね。だからね、パリは本当のフランス人探すのがね大変なくらいですね。だからね、こういう曲ってアピールあると思うんですけどね、もしそういう人たちが聞いてたらですけどね、労働者の人たちね、特にパリだとね、レストランとかね、ストレス溜まってんのか知らないけど、日本じゃ考えられないぐらいね、つっけんどんなんですよ、そういう人が多くてね。私主人の方の姪っ子や甥っ子がたくさんいるんですけどね、一人はドイツにいますけど、みんなねパリは行きたくないって言うんですよ。なんかね、昔は憧れの地でしたけどね、日本もだから将来そうならないようにね、いろいろ待遇とかね考えた方がいいかもですけどね。また話それちゃったね。でね、グレイスの前のトークではね、なんだ初めからね、初めがちょっとよく聞き取れなかったんだけど、I will come back と言っててね、またパリに来るよって言ったんですかね。ニューアルバム出たんで覚えててねなんて言ってましたね。で、僕も君たちのこと覚えてるからねとかね、そしたら誰か日本語でかっこいいとか言ってましたね。日本人じゃないかもしれないけど。でその後ね、聴衆がみんなでね歌い出したんですよ、なんかのメロディーを。そしたらね、風さんがあれっていう顔してね、でみんなのね歌に合わせて伴奏させられる羽目になったんですけどね。これってあれでしょ、アカデミアファミリー、これが好きなのなんて風さん言ってましたね。そしたら誰かが超好きとか言ったんでしょうね、多分英語で言ったんでしょうね。そしたら風さんそうなのってうなずいてましたね。あれってアニメのヒーローアカデミアってのあれみたいですね。私アニメはねあんまり知らないんで分かんないんですけれども、やっぱりね欧米では今圧倒的にね日本のアニメが人気なので、そこからね日本びいきになる人がねたくさんいますね。だからこのコンサート会場にもねたくさん来てたんじゃないでしょうかね。その後ちょっと聞き取れないやり取りあってね、それから風さんがジュテームって言ったんですね。優しく言ったんです、それがまた。はい。それでその後ね、Life is gonna be okay, trust me, believe me, there's nothing to worry でね、人生はうまくいくよ、大丈夫だよ、僕を信じて心配しないでと。そしてフランス語でね、セラビーと言ったんですよ。それが人生だよなんてねかっこいいって感じですよね。私のね亡くなった夫はよくセラビーって彼もよく言ってたんですよ。セラビー、セラムールなんて言ってましたね。それが人生、それが愛だよってね、なんかキザですけどね今世界中でね英語がね話されてますけど、ちょっと前までねフランス人ってね英語が分かって自分が分かっててもこっちが英語で話しかけてもね絶対にフランス語で答える人たちだったんですね。だけどね今はね英語を話すフランス人ほとんどじゃないですかね、よく知らないけどね。ここでちょっとね語学のことなんですけどね、私実はね英文科出てね教師になるはずだったんですけど、卒業後に気が変わっちゃってね違う職業になったんですけど、ずっとね英語を使って仕事してきたんですね。でその上で言うんですけどね、語学ってね音楽好きな人向きなんですよ。はい。音楽好きってことはね耳がいいってことだからね、すごく向いてるんですね。私なんかも英語はビートルズで勉強したんですよ。10代の頃ねビートルズの曲たくさん聴いて一緒に歌ってるうちにねもう英語が楽しくなっちゃってね、だけどねリバプールなまりだったからその癖がついちゃってね、後で直すの大変だったんですけどね、発音をね。はい。あとなんか日本でもね今何でもかんでも英語でね英語万能で英語を勉強しなくちゃとかみんな思ってますよね。だけどね英語よりねフランス語を話せた方が実は結構世界でね一目を置かれたりしますね。どうしてかね、
なんか英語圏の人もね、特にアメリカ人なんか結構まだフランスにはね憧れがあるみたいだしね。あと英語がね一番シンプルで優しいんですけれども、発音はねフランス語とかイタリア語とかスペイン語の方がね日本人には向いてると思うんですよ。ローマ字みたい、ローマ字読みに近いんですね。だからスペルの間違いもね少ないしね。まあ英語よりねフランス語とかイタリア語、スペイン語とかポルトガル語はねもともとのラテン語にすごく近いんでね、このうちのどれか一つを勉強するともう芋づる式にね他のも一緒に勉強できちゃうんですよ。例えばねスペイン語とイタリア語、ポルトガル語なんてねもう大阪弁とね東京弁とか東北弁のね違いぐらいしかないんですよ。だからね語学に興味ある人はね是非チャレンジしてみるのもねおすすめですね。一挙にねもう数カ国語できちゃいますからね。それから死ぬのが映画の前にね今回ロンリー・ラプソディのねピアノ演奏があってねすごいお得感ありましたね。そしてね圧巻はもう最後の8項ねすごかったですねこれね今回。めっちゃパワフルでね風さんのねなんていうのこの曲へのね愛がねもう溢れていて感動しましたよ。もう最後はジャケット脱いじゃってねその時もあれちょっと痩せたかななんて思ったんですけど、今回8個の耳カチューシャなかったからね自分の手でねこうやってやっててね可愛かったですねこれね。まあねライブねどんどん進化しちゃってますけど体調ね大丈夫でしょうかね。まだこれからね2大フェスありますしね今回ねごめんなさい、今回ね本当にすごいねツアーのお土産話を持ってね日本に帰りそうな風さんですね。また間を置かずにね NN 始まりますしね。まあ私もねなるべく動画出したいけどもうちょっとねどうかなできるだけねまたやりたいと思います。今日はねこのぐらいにしておきます。最後までありがとうございました。チャンネル登録まだの方はよろしくお願いいたします。それではさようなら。